皆さん、こんにちは。陽介です。今日はちょっと寂しいニュースから話を始めたいと思います。来週の3月31日に日本であるものが終わります。何だと思いますか？実は、ガラケーが使えなくなるんです。ガラケーというのはパカッと開く小さい携帯電話のことです。皆さんの国にもありましたよね。日本ではこのガラケーをまだ使っている人がいるんですね。でも来週からはもう使えなくなります。正確に言うと 3G という通信のサービスが終わるんですね。3G の3は数字の3、G はジェネレーション、つまり世代という意味です。今は 5G の時代ですから 3G はもう古い技術なんです。この 3G が終わると、古いガラケーはもう使えなくなるんですよね。今日はこの話をきっかけに、日本の携帯電話の面白い歴史についてお話ししたいと思います。私にとってもすごく懐かしい話なんです。まず、なぜ今なのかという話をしますね。実は 3G のサービスは一度に全部終わったわけじゃないんです。日本には大きな携帯電話の会社が3つあります。ドコモ、au、ソフトバンクですね。au は2022年に 3G を終了しました。ソフトバンクは2024年に終了しました。そして最後に残っていたドコモが来週の3月31日に終了します。つまりこれで日本の 3G は完全になくなるんですね。今でも 3G のガラケーを使っている人は来週までに新しい携帯に変えないと電話が使えなくなってしまいます。機種変更、つまり携帯電話を新しいものに変えるということですね。これをしないといけません。ちなみにガラホという 4G 以上に対応したガラケーもあるんですよ。見た目はガラケーと同じでパカッと開くタイプなんですけど、中身が新しくなっているものです。これはこれからも使えます。でも 3G の古いガラケーはもう使えなくなるんですね。電話番号もなくなってしまう可能性があるんです。特にお年寄りの方でまだガラケーを使っている人が多いんですよね。ご家族が気づいて慌てて携帯ショップに連れて行くというケースもあるみたいです。ところで皆さんはガラケーという名前がどこから来ているか知っていますか？ガラケーのガラはガラパゴスから来ています。ガラパゴスというのは南米にある島の名前です。ガラパゴス諸島ですね。この島は他の場所から離れているので、そこにいる動物たちが独自の進化をしたことで有名なんです。他の場所にはいない不思議な形の生き物がたくさんいます。日本の携帯電話もこれと同じだと言われたんですね。日本の中だけで独自の進化をした。すごく高性能でいろいろなことができた。でも海外では全く使われなかった。だからガラパゴス携帯、略してガラケーと呼ばれるようになったんです。これは自分たちで自分たちのことをちょっと笑いながら言った言葉なんですよね。日本の携帯ってすごいけど日本でしか使えないよねっていう感じです。じゃあガラケーは何がそんなにすごかったのか。まず i モードというサービスがありました。i モードというのは携帯電話でインターネットを見ることができるサービスです。ドコモが1999年に始めたんですね。携帯電話からインターネットにつながるサービスとしてはかなり早い時期に始まったものだったんです。天気を調べたり、
ニュースを読んだり、電車の時間を調べたりできました。今では当たり前のことですけど、1999年にはとても新しいことだったんです。まだスマホがない時代ですからね。小さなガラケーの画面でニュースや天気予報を見ていたんですよ。画面はすごく小さいし、白黒の文字だけだったんですけど、それでも携帯でインターネットが見られるというのは、当時の人たちにとっては未来の技術みたいなものだったんです。i モードがあったから、日本では早い時期から携帯でインターネットを使うという習慣が広がっていったんですよね。それから着メロというものがありました。着メロの着は着信、つまり電話がかかってくることです。メロはメロディーですね。電話がかかってきた時に鳴る音楽のことです。ガラケーでは好きな曲を着信音にできたんです。好きな歌手の曲が電話がかかるたびに流れるんですよ。これが本当に流行りました。みんな自分の好きな曲を設定して電話が鳴るのがちょっと嬉しかったんですよね。電車の中で誰かの携帯が鳴ると、あの曲だとわかるんです。その後、着歌というものも出ました。着メロは機械的な音で曲を再現したものだったんですが、着歌は本物の歌手の声で歌が流れるんです。これはもうみんな夢中になりましたね。そしてお財布携帯。つまり携帯電話がお財布になるんですね。携帯をピッとかざすだけでお金を払えるんです。コンビニでも電車でも自動販売機でも使えました。これも2004年の頃にはもうガラケーでできていたんです。今はスマホで当たり前にできることですけど、当時としてはかなり珍しかったんですよね。それからカメラ付き携帯電話。2000年に J フォンという会社がカメラ付きの携帯電話を出したんです。J フォンというのは今のソフトバンクの前の会社ですね。ガラケーにカメラがついた時のことは今でも覚えています。大学1年生の時だったんですけど、初めてカメラ付きのガラケーを手に持った時、本当に感動しました。写真を撮って、その写真をメールで友達に送れるんですよ。これを写メと言いました。写メの写は写真の写。メはメールのメです。写真付きのメールという意味ですね。LINE を使っていても、写メ送ってで今でもつい言ってしまいますね。友達と遊びに行った時の写真、昼ご飯の写真、面白いものを見つけた時の写真。今の皆さんがスマホで写真を撮って SNS に載せるのとやっていることは同じなんですよね。ただ、画質はすごく悪かったです。今のスマホの写真と比べたらもうぼやぼやで何が写っているかわからないくらいです。でも、あの時はすごい携帯で写真が撮れる、しかも送れるって本当に興奮したんですよね。こうやって見ると日本のガラケーにはいろいろな機能が詰まっていたんですよね。インターネット、音楽、電子マネー、カメラ。スマホが出るずっと前にガラケーの中でこれらの機能が育っていたんです。でも不思議なことにこれらの技術は海外ではほとんど広がらなかったんですよね。日本の中だけで進化して日本の中だけで使われていた。それがまさにガラパゴスだったんです。実は絵文字というものは日本のガラケーから生まれたんです。絵文字という言葉、皆さん知っていますよね。今、世界中のスマホで使われているあの小さな顔や食べ物やハートの絵。あれはもともと日本のガラケーのために作られたものなんです。1999年にドコモの社員が
i モードのために作ったのが始まりです。絵の文字と書いて絵文字。これが英語でもそのまま絵文字として使われているんですよね。日本のガラケーから生まれた文化が形を変えて、今は世界中に広がってるんですよね。さて、ここで私の個人的なガラケーの思い出をもう少しお話しさせてください。さっき大学1年生の時に初めてカメラ付きの携帯を持ったという話をしましたよね。でも実は私が一番思い入れのあるガラケーはその後に使っていたものなんです。au のインフォバーというシリーズがあったんですけど、知っている人はいますか？日本では有名だったんです。インフォバーというのは普通のガラケーとはデザインが全然違っていて、すごくおしゃれだったんです。タイル状のボタンが並んでいて、まるで美術品みたいな携帯電話でした。その中に錦鯉というモデルがあったんです。錦鯉というのは錦鯉のことですね。錦鯉は赤と白の模様がある美しい鯉の魚です。日本の庭園の池でよく見かけますよね。その錦鯉の色をモチーフにした携帯電話で、赤と白と水色のボタンがタイル状に並んでいるんです。これがもう本当にかっこよかったんですよね。私はこの錦鯉を持っていてすごく気に入っていました。携帯電話って当時はファッションの一部だったんですよね。今のスマホって正直言うとどれも似ていますよね。黒い画面に薄い四角い形。でもガラケーの時代は本当にいろいろなデザインがあったんです。パカッと開くタイプ、スライドするタイプ、回転するタイプ。色も形もメーカーによって全然違いました。インフォバーのようなデザイン重視の携帯もあれば、カメラの性能がすごい携帯もあれば、音楽に強い携帯もある。自分に合った携帯を選ぶ楽しさがあったんですよね。今はそういう楽しさが少し減ったかもしれません。それからガラケーにはもう一つ、スマホにはない良さがありました。それはパカッと開く感覚です。電話がかかってきた時にパカッと開いてもしもしという、電話を切る時にパチンと閉じる。この開け閉めの感覚が何とも言えなく良かったんですよね。今のスマホは画面をタップして電話を切りますけど、あのパチンという感覚はないですよね。私がガラケーを使っていたのは社会人2年目の2009年くらいまでです。会社の携帯は2015年くらいまでガラケーでしたけどね。大学を卒業して会社に入って2年目に iPhone に変えました。iPhone が日本で発売されたのが2008年で、最初はあまり興味がなかったんですけど、周りの人がどんどん変えていくのを見て、私も変えてみようかなと思ったんです。初めて iPhone を触った時、画面を指で触って操作するのが不思議な感覚でした。ボタンがほとんどないんですよね。ガラケーはボタンを押して操作するのが当たり前だったので、最初はちょっと戸惑いましたね。でも使い始めたらもう戻れなくなりました。画面が大きいし、アプリをダウンロードすればいろいろなことができるし、地図も見られるし、もうガラケーには戻れないなと思いましたね。さて、ここからは少し真面目な話になります。さっき、今でもガラケーを使っている人がいると言いましたよね。来週の3月31日で 3G が終わるということは、その人たちにとっては本当に大きな問題なんです。今でもガラケーを使っている人は、主に70代、80代のお年寄りの方が多いんです。スマホは難しい。画面を触るのが怖い。ボタンがないと不安
という声があるそうです。長年使ってきたガラケーには慣れているんですよね。電話をかけることとメールを送ることができれば十分だと思っている方も多いんです。それはそれで一つの考え方だと思います。でも 3G が終わってしまうと、その携帯は電話もメールもできなくなってしまいます。だからどうしてもスマホに変えないといけない。携帯ショップの店員さんたちは毎日お年寄りの方にスマホの使い方を教えているそうです。ここを触ってください。あ、違います。そこじゃなくてこっちです。長く押すんじゃなくて軽く触るだけでいいんですよ。こういうやりとりを何時間もかけてやっているんですね。日本には楽々スマホというお年寄り向けの使いやすいスマホもあります。画面の文字が大きくて、ボタンも大きくて、操作がシンプルなスマホです。でも、それでもやっぱり最初は難しいんですよね。もし周りにまだガラケーを使っているお年寄りの方がいたら声をかけてあげてください。もしかしたら 3G が終わることを知らない方もいるかもしれません。さて、今日はガラケーの歴史とガラケーの今の状況をお話ししてきました。実は私は今でも古いガラケーが実家に残っているんです。引き出しの中に眠っているんですけどね。もちろんもう通信はできません。でも捨てられないんですよ。前に一度充電したら画面がついたんですよね。あの小さな画面に昔のメールがまだ残っていました。友達とのくだらないやりとり、大学の時の連絡、仕事を始めた頃のメール。その時の思い出が密かに眠っています。皆さんは昔の携帯電話を持ってたりしますか？ぜひコメント欄で教えてください。来週、日本のガラケーは静かにその役目を終えます。パカッと開いてパチンと閉じる。あの音を聞くことももうなくなるのかもしれません。ちょっと寂しいですが、時代は流れていくものですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come one may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke.